ごめんなさいなのです。すぐに帰りますから。って、ゆうちゃんではないですか。そうですね。でも、ゆうちゃんはどうして部室に？みんなならもう帰りましたよ。それなら、ちいちゃんが持って帰ってくれたのですよ。お隣さんだから大した手間じゃないって言ってました。食券の廃部を防ぐ方法を考えていたのですが、まだ何も思いつかなくて。もうこのままではネロネロ寝れなくなってしまうのです。それにみんなで毎日集まる場所がなくなってしまうのです。のんちゃんは今年で卒業ですけど、卒業してもここへ遊びに来たかったのです。そうして来年も今と同じようにみんなで仲良くおしゃべりしたり、お菓子を食べたり、ネロネロしたり、もちろんその次の年もです。ゆめくんや森下さんが職権を継いで新しく入ってくれた子たちとも仲良くなって、その先もずーっと。ずっとみんなで楽しく過ごしたかったのですが。どうしてのんちゃんは3年生なんでしょうか。ゆうちゃんと同じ2年生であれば絶対立候補したのです。なんとかできないのでしょうか。はい。急にどうしたのですか？ゆうちゃん。はい、そうしましょう。
れではのんちゃんが一緒に行くのですよ。そうね、のんちゃんなら大丈夫よね。なんでもないわ。もういいんじゃない？さあ行きましょう。選挙はもう始まってるのですよ。それじゃしっかりお願いね。のんちゃんにお任せなのです。話はまとまったようですね。では早速お願いできますか？それじゃ行きますよ、ゆうちゃん。ではどの部室から回りますか？ゆうちゃん、どうかしたのですか？何ですか？いきなりどうしたのですか？そのことですか。本当に偉そうだったのです。先輩ののんちゃんにあんなことを言うなんて、世が世なら切腹者なのです。そんなことはないのです。のんちゃんはすっごく不機嫌になったのです。それはまあさっきも言いましたが、ゆうちゃんのおかげで職権の未来が見えましたから。ゆうちゃんに投票したことが間違ってないって信じてるのです。その意気なのです。ですがゆうちゃんは一人じゃないということも忘れちゃダメなのですよ。ゆうちゃんはのんちゃん先輩の後輩ですから、ゆうちゃんがピンチの時には頼りになるところを見せてあげます。だからちゃんと頼ってくれないとダメなのです。そうですね。いきなり知らないところだとゆうちゃんも緊張してしまいますし、まずは知っている人のいるところに行きましょう。オッケーなのですよ。どちら様？グッドモーニングエブリバーデーなのですよ。あら、大島くんじゃない。それにのんちゃんも。大丈夫よ。そろそろ来る頃だと思っていたから。用事はあらかじめ片付けておいたし。もしかしてのんちゃんたちが来ることを予測していたのですか？まあね。少なくとも大島くんは来ると思ってたわ。のんちゃんまで来るのはちょっと予想外だったけどね。だって大島くん立候補したんでしょ、選挙。わ
噂でね。ええ、全力で応援するわよ。頑張ってね、大島くん。ところで、なんでのんちゃんが一緒にいるの？のんちゃんはゆうちゃんの付き添いなのですよ。付き添い？これから東雲さんに名指しされたクラブを一通り回るつもりなのですが、ゆうちゃん一人では心配で。ああ、なるほど。それも本心ではあるのですが、それもってことは他にも理由があるわけね。なるほどね。のんちゃんの人望を武器にするってわけか。確かにのんちゃんって結構人気あるし、その気になれば票数がっぽり稼げるかも。いい手を考えたわね。なんか言った？でも残念ながらうちには効果が薄いわね。仮にうちをターゲットにするなら、そうね、1年生の夢島くんだっけ？あの子を連れてきた方がいいわ。夢島くんはウケる顔をしているわ。そう、まさにウケる顔よ。それでその夢島くんだけど、私たちと握手するより大島くんと握手してもらった方がより効果があるわね。さらに肩を抱くとか腰を抱くとか、ピーヨピーしてピーなんかしたら最高ね。もう死ぬ部員が続出するわ。知りたい？一体何の話なのですか？あら、のんちゃんも興味あるの？だったらそうなのですか？遠慮しなくてもいいのに。よろしくなのですよ。後方支援なら任せてちょうだい。いろいろといい噂を流しておくわ。仕方がないのですよ。予算削減はみんなのやる気に大ダメージを与えたのです。今日のところはここまでのようなのです。では我が職権に向けてゴーホームなのです。そうですか？でもみんな言っていたではないですか。ゆうちゃんみたいな人を待ってたって。それはゆうちゃんが立候補したからこそ得られたものなのです。もっと自信を持っていいのですよ。
のんちゃんを褒めても何も出ないのですよ。まあのんちゃんは頼りになる先輩ですから、ゆうちゃんはどんどん頼ってくれてもいいのですよ。皆様、自治生徒会長選挙に立候補させていただきました気さくな総務部長辰巳茂平次でございます。前にはプリペイドカードのばらまきもしていたのですよね。のんちゃんはそういうやり方はちょっと違うと思います。あまり好きになれないのです。ゆうちゃん、どうしたのですか？確かにその通りなのです。ゆうちゃんもカードを配った方がいいと思うのですか？確かに話を聞いてもらう必要はあるということですね。でも話を聞いてもらえる方法ですか。それはそれで考えるとして、今は一旦みんなのところに戻るのですよ。ほらー、早く来ないと置いてっちゃうのですよ。わかったのです。完熟部でしょうか、それとも男塾部なのでしょうか。わしが完熟部部長枝島金八である。わお、何やら大きい人が出てきたのです。貴様ら何者である。大島祐希、その名前どこかで聞いたのである。貴様が部活を守るために立ち上がったと聞いているのである。である。なるほど、なかなかいい目をしておるのである。いいだろう。わしらも貴様らの勝利を信じることにするのである。
わしらの活動に疑問を抱くなどけしからんのである。よかろう。そこまで言うのならば教えてやるのである。わしら完熟部の活動、それは一つ。すべてのものは熟してこそ進化を発揮するのである。一つ。腐りかけこそ最強である。腐りかけこそ真理である。一つ。腐っても気にするなである。病は気からである。一つ。死して屍拾うものなしである。死して屍拾うものなしである。よーくわかったのです。そういうことなのですね。とてもわかりやすい説明だと思いましたが、ゆうちゃんはわからなかったのですか？つまりこういうことなのですよ。完熟部は熟したものが大好きな人たちの集まりなのです。例えばですね、食べ物は腐りかけのギリギリを見極めて食べるのが素晴らしいとされているのです。でも見極めるのに失敗したらとてもデンジャラスなことになるのです。そうなったら自己責任なのです。この酸味、この刺激臭、これは腐っている。死亡確認。どうぞよろしくなのです。わしが完熟部部長枝島金八である。大島祐希に投票お願いなのですよ。うん。貴様の願い聞き入れてやるのである。なんである。一つ。女房と畳は新しい方が良いのである。